どうも、マルチャンネルです。前回の AI による解説動画、新感覚マリンアクティビティパラウィングの解説動画はいかがだったでしょうか。今回も AI を利用して今日本中で大人気となっているウィングフォイルについて、一番最初に購入すべき道具について解説していきたいと思います。ウィングフォイルとは、風を使って海を自由に駆け抜けるウィンドサーフィンやウィンドフォイルとは全く違った新感覚マリンアクティビティです。それではどうぞ。さて今回はですね、あなたがウィングフォイルを始めたいと思った時に、どうやって賢くスタートを切るか、そのあたりを深掘りしていきます。特に中古ギアの活用とか、あと最初の練習ってどうするのっていうところに焦点を当てて、YouTube のマルチャンネルさんとかいくつかの用法源からポイントを探っていこうかなと。そうですね。ちょうどウィンドサーフィンショップのシャローリーフさんの情報なんかを見ると、中古ギアが結構なんていうか市場に出回ってる時期もあるみたいなんですよね。へー。なのでうまくタイミングが合えば初期費用を、かなり抑えて始められる、そういうチャンスがありそうです。その費用っていうのがやっぱり最初のハードルになりがちですよね。具体的にはどのくらい違うもんなんですか、新品と中古だと。ですね、情報源によると、例えばですけど定価で、20万円を超えるようなボード、うわ、結構しますね。それが中古だと本当に半額以下、7万円から高くても13万5千円とか、そのくらいで見つかることもあるみたいですね。半額以下、それは大きい。AK フェザーとかビルフットとか、初心者に扱いやすい90リットル前後のボードが例として挙げられてました。なるほど。フォイルとかウィングも同じような感じなんですか？そうですね。フォイルセットも新品の型落ちが安くなってたり、セール品とか。あとは中古品が出回ることもありますね。例えば定価だと20万円台半ばくらいするものがなんか4割引きとか、あとは初心者向けの、十分な性能のものがセットで10万円前後とか、そういう例も報告されてますね。ほうほう。ウィングもやっぱり皆さん買い替えていくので中古が出やすいみたいで、4万円台半ばくらいから見つかることもあるという話でした。なるほど。費用面でのハードルがぐっと下がるのはすごく魅力的ですね。ただ問題は、じゃあ何を選べばいいのかっていうところですよね。そこですよね。初心者向けのギア選び、どんな考え方がいいんでしょうか？まずボードなんですけど、これはもう安定性が最優先ですね。最初はご自身の体重に、プラス30から40リットルくらい。結構大きいですね。それくらいの浮力があるものが推奨されています。とにかくまず安定して立つというのが大事なので、ただですね、これ上達するともっと小さいボードが絶対欲しくなるんですよ。それはそうでしょうね。なので将来的に手放す時のことも考えて、リセールしやすい人気のあるモデルを選ぶっていう視点も大事だと指摘されてますね。なるほど。先を見越して。ウィングはどうですか？なんか消耗品だみたいな話もありましたけど。そうですね、ウィングは大体2年くらいかなと。2年。そのくらいでの買い替えも一応視野に入れると良いかもしれません。サイズは体重にもよるんですけど、4平米前後から始めるのが一般的かなと。4平米。ブランドでいうとデュオトーンとか F1 とか、扱いやすいものが挙げられてますけど、中古を選ぶときは空気漏れがないかとか、生地の張り、つまり合成ですね、これがしっかりしてるかよく確認する必要があります。なるほど。状態チェックが大事なんですね。で、フォイル、これは長く使える分、なんか選び方が重要そうですけど、拡張性っていう言葉も出てきましたね。はい、そこが結構ポイントみたいですね。最初は安定性と、あと浮きやすさ、このバランスが良いミッドアスペクトって言われるタイプ。ミッドアスペクト。中くらいの縦横比、アスペクト比の持つホイールですね。面積でいうと1500から1800平方センチくらい。例としては AK トレーサーとかサブホイールの999番とか、そのあたりが挙げられてます。で、その拡張性なんですけど、これは将来もっと速いのがいいとか、違う乗り味にしたいって思った時に前の翼、つまりフロントウィングだけを交換できる、そういうシステムのことですね。なるほど。パーツ交換で性能を変えられると。そうなんです。
アクシスとかサブフォイルとかそういうシステムを採用しているブランドを選んでおくと後々のアップグレードがしやすくて結果的に長くシステムとして使えるというわけです。最初の道具は通過点であり自分を育てる足場っていう考え方ですね。なるほどな。育てられるシステムを選ぶのがコツ？そういうことですね。で、道具をなんとか揃えたとしていよいよ練習ですけど、最初の1日ってどんな流れになるんですか？ですね、まず陸上トレーニング、これがめちゃくちゃ重要みたいです。陸トレ、地味だけど大事そう。ショップにあるシミュレーターとかを使ってまずウィングの持ち方、ハンドルのどこを持つかとか、あと風の受け方と逆に力を逃がす、これシバーさせるっていうんですけど、その感覚。シバーさせる。それとウィングの端っこ、チップを地面につけないように操作する、この基本をまず陸で体に叩き込むと。なるほど、これが基礎の基礎になるんですね。まさに。でその次が大きなスープボード。フォイルがついてないやつですね。そうです。それで実際に海に出て立った状態でウィングを操作して進む練習をするんですね。風筋に向かうにはどうするかとか、あと落ちた時チンにどうやってボードに戻るか、リカバリーですね。最初は浮いては沈むの繰り返しになることが多いみたいですね。やっぱり難しそうだな。ウィンドサーフィンとか、スノーボードの経験があると少しは役立つかもしれないとは言われています。なるほど。基本的な操作から試していくのが良いでしょうね。情報提供者のマルチャンネルさんご自身の経験談も結構参考になりますよね。そうですね。ボードを90リトルから始めて慣れてきたら78リトルに小さくしたりとか、ウィングも数に合わせて 6.0 と 4.0 から始めて 7.0 を追加したり、新しいモデルも試したり。そうなんです。まさにさっき話に出た拡張性を活用している感じですよね。ですよね。フォイルもフロントウィングを状況によって1750とか1100とか790平方センチとかいろいろ交換して使い分けてるようですし、へー、すごい。あとクイックリリースシステムを使ったり電動ポンプを使ったり、ポンプは後に故障したらしいですけど。そうなんですね。道具は進化するし時には壊れることもあるっていう、そういうリアルな側面も見えてきますよね。確かに今回の分析を通して見えてきたのは、ウィングファイルって中古を賢く利用すれば意外と初期費用を抑えて始められる可能性があるってことですね。そうですね。でもギア選びはただ安ければいいんじゃなくて、将来の自分の上達を見越した拡張性とか、あとリセールのことも考えるべきだと。そこが後々効いてきますね。そして何より焦らずに陸、そして海での段階的な練習が不可欠だということですね。その通りだと思います。これらの情報はあなたがウィングフォイルっていう新しい世界に第一歩を踏み出す上でかなり具体的な道筋を示してくれるんじゃないかなと。そうですね。神奈川県の横須賀市津久井浜にあるシャローリーフっていうウィンドサーフィンのプロショップ。特に注目なのが動画で紹介されている中古のウィングフォイルギア。その YouTube で紹介されてた中古ギアの情報ですかね。まさにそこですね。ウィングフォイルってまだ比較的新しいじゃないですか。そうですよね。なのにもう中古市場がしかもこんな具体的に出てきてるっていうのは結構ポイントかなと。これはどういうことなんでしょう。やっぱりもう始めてる人が結構いるってことですかね。そうですね。急速に広がってきてる証拠でしょうし、あとは初期に始めた方がもう次の新しいギアに乗り換えてるっていう、そういうサイクルが始まってるのかもしれないですね。なるほど。だからあなたがこれから始めるには、もしかしたらその初期費用を抑えるチャンスというか、入りやすいタイミングになってる可能性はありますよね。やっぱりある程度の初期投資は必要になるスポーツです。ただその費用面のなんというかフォローとして、シャローリーフで道具を一式買うと普通なら1万円以上するレッスンが無料になる特典があるって。それは大きいですね。ですよね。やっぱり最初はちょっと教えてもらいたいですもんね。最初のつまずきやすいところをプロにちゃんと教えてもらえるっていうのはすごく価値があると思います。さらにマルチャンネルの動画を見たって伝えると、中古のスターボードのフリーウィングエア V2 を買うときになんか特別割引があるかもしれないと。そういう情報も。ただ対象の商品とか人数とか限りがあるみたいなので、
もしあなたがおっと思ったなら早めにお店に確認してみるのがいいかもしれないですね。そうですね、限定情報っぽいのでそこは要確認ですね。というわけで見てきましたけど、シャローリーフ、特に中古ギアの情報をうまく使えばウィングフォイルを比較的お得に、しかもローソクのサポートを受けながら始められる、そういう可能性のある場所と言えそうですね。そう思います。ただ繰り返しになりますけど、割引には条件があるかもしれない点、それから中古を使っても初期投資はそれなりにかかるっていう点はちゃんと頭に入れておくべきでしょうね。さて、これらの情報を聞いてみて、あなたにとってウィングフォイルはよし、今すぐ始めたいと感じるものになりましたか？それとももうちょっと他の情報とか選択肢も探ってみたいなと考えますか？どうでしょうか。今このウィングフォイルという新しいスポーツがものすごい勢いで広まっています。ウィンドサーフィンができないような弱い風でも楽しめる点や、必要な道具点数が少なく旅行に持っていける点や、スノーボードのパウダースノーと同じような楽しみ方ができる点など、本当に最高のマリンスポーツに出会えたと感じています。もちろんウィンドサーフィン、スノーボードはこれからも続けていきたいですが、このウィングフォイルをメインに楽しんでいきたいと思います。もしウィングフォイルに少しでも興味がありましたら、ぜひトライしてみることをお勧めします。それでは津久井浜でお待ちしております。